2024年買ってよかったものをやっていきたいと思います。今年はですね、12月がちょっとバタバタしてて、年間ベストバイ諦めようかなと思ってたんですけども、せっかく毎年やってる企画だし、撮ろうかということで、今日12月30日なんですけども、ここから急いで編集して、12月31日には出したいなと思っています。最悪遅れたとしても1日とか2日ぐらいにはね、アップしたいと思っています。アイテム的にはファッション系のアイテムが多くなってきます。そんなに大きい買い物はしてないんですけども、その中でもこれは使えるなっていうアイテムだったりとかも結構あるので、それをねどんどんと紹介していけたらなと思います。まず1点目はですね、こちらのワコマリアのナイロンジャケットとナイロンパンツのセットアップになります。これはですね、秋口だったりとか春先とかにかなり活躍したアイテムですね。セットアップなのでコーディネートを考える手間がないっていうのがとてもいいところだと思います。インナー何にするかだったりとか、靴何にするかぐらいしかね考えなくていいので、すごく朝の服装選びが楽になったなと思います。デザインの特徴として、こういう黒い帯が胴体に入っていたりとか、刺繍でワコマリアのロゴが入っていたりとか、そういうところで、他のブランドにはないような付加価値がついていて、すごくかっこいいなと思っています。来年もなんかセットアップいいの出てたら買おうかなと思うぐらい、セットアップっていうことがすごく買ってよかったなと思うポイントですね。次のアイテムがロサンゼルスアパレルのスウェットパンツですね。スウェットパンツは一昔前は部屋着だったりとかダル着みたいなイメージだったんですけども、最近はもう外でも履けるような時代になったので、なんかちょっとしっかりしたスウェットパンツが欲しいなというところで、ロサンゼルスアパレルのスウェットパンツを購入しました。GU のヘビーウェイトスウェットパンツとか、そういうのいろいろあると思うんですけども、なんでこれを選んだかというと、 GU よりもちょっと股下が長いのでゆとりを持って履けるっていうところですね。個人的にこの裾をワンロールして、ワンロールというかつぼまってるところを中に入れて履きたいっていうのがあったので、結構股下が長い方が都合が良かったのでこちらを選びました。あとは後ろにこのポケットがついてるっていうのも、GU のスウェットとは違うところではありますね。素材は綿 100% で14オンスだったかな。結構分厚めなのでしっかりしてるって感じですね。ロサンゼルスアパレルのスウェットの上は4年前ぐらいから結構ね集めていて何色か持ってるんですけども、やっぱりスウェット系はですね、ロサンゼルスアパレルが個人的に一番好きですね。いろんなスウェットを試してきたんですけども、結局ロサンゼルスアパレルに落ち着くなというところでスウェットパンツも今回購入しました。本当に家の中で着てもいいですし、ちょっとそこまで出る時にも着れますし、すごく重宝しているアイテムですね。はい、次はですね、クラークスのワラビーですね。ワラビーのレザータイプのものになります。これはですね、結構履いてますね。なんかどんな服装にも合うというか、スラックスにも合うし、デニムにも合うし、このカジュアルとフォーマルの中間みたいな位置づけがすごく使いやすいポイントだなとは思いますね。しかもこのソールがゴムになっているので、めちゃくちゃ歩きやすいっていうところ。革靴で長時間歩くのって結構辛いと思うんですけども、クラックスのワラビーだとゴムのソールなので、結構長時間歩いても全然疲れないですし、革なのでこの自分の足にね馴染んできますし、すごくこれは使いやすい一足だなと思っています。最近服装もシンプルめになってきたというか、ちょっと違うテイストの服装もやっていきたいなというところなのでね、このクラックスのワラビーはそういう時にも使えるし、どんなテイストにも合うっていうところがいいポイントなんじゃないかなというふうには思いますね。次もですね、靴つながりでスニーカーなんですけども、ニューバランスの550ですね。ニューバランスのスニーカーって実は僕初めて買ったんですけども、
めちゃくちゃ歩きやすいですね。クッション性もめちゃくちゃいいですし、バッシュなのでソールがちょっと硬いっていうところはあるんですけども、それでもねめちゃくちゃ歩きやすいなっていう風に感じましたね。普段バンズのオーセンティックだったりとか、CT70 とかぐらいしかねスニーカー僕履かないんですけども、そういう感覚でいるとこういうねなんかハイテクスニーカーっていうんですかね、ソールの分厚いスニーカーを履くとすごいクッション性いいなっていう風に感じますね。全身ちょっときれいめなアイテムで揃えた時にこういうバッシュ系のスニーカーを合わせるとすごい外しとして使えるのでめちゃくちゃ重宝してますね。はい、次はですねこちらのムーのピンタックデニムトラウザースっていうアイテムですね。これはですねめちゃくちゃ使いやすいアイテムで、まず生地ですね。生地が50年代の製紡機を使った糸で、作られたデニムなのでめちゃくちゃねこう武骨なんだけどすごいソフトな生地なんですね。でめちゃくちゃ雰囲気ありますし、デザイン的にもデニムなんですけどもこのピンタックっていうねこのクリースが入ってることでデニムなんだけどもこうスラックスのような見え方をするっていうデニムですね。あとこの裾のところが布が二重になってるのでロールアップした時にこのダブル幅で仕立てたような見た目になるので、なんでしょうこのデニムなんだけどめちゃくちゃこう上品な顔を持つデニムっていうところで、足元にスニーカー持ってきてもいいですし革靴でも合うしめちゃくちゃ万能なデニムですね。色合いもねめちゃくちゃ絶妙ですよね。これのブラックデニム版も新しく発売されたんですけども、それも欲しいなと今検討してるぐらいめちゃくちゃ気に入ってるアイテムの一つですね。次もムーのアイテムなんですけども、イージートラウザースっていうアイテムですね。まさかの2色買いしてしまったぐらいめちゃくちゃ気に入ってるアイテムで、とにかくねめちゃくちゃ楽に履けるんですよ。もうドローコードがついてるので、ベルトいらずで楽に履くことができるっていうのと、あと使ってる生地ですね。生地が TC 素材って言ってワークウェアとかによく使われるようなめちゃくちゃこう強い生地を使っていて、それに加工をかけて柔らかくしてこうドレープ感が出てるっていう生地なんですけども、イメージで言うとディッキーズのワークパンツがあるじゃないですか。あれってワンチャンこうスライディングしたとしても穴開かないんじゃないかっていうぐらい強い生地じゃないですか。でもあれは結構こうご厚くというかめちゃくちゃこう硬い生地だと思うんですけども、それに加工をかけてめちゃくちゃ柔らかくしたみたいな生地がこれなんですね。なのでこうスラックスのウール 100% のスラックスみたいにこう気を使って履いたりしなくても全然大丈夫っていう生地ですね。なので普通に洗濯もできる。そして形もドローコードがついていてベルトいらずなのでめちゃくちゃ楽に履けるんだけど、この上から T シャツかぶせてしまえば普通のこうスラックスのようにも見えるし、すごく万能なアイテムですね。これは色が、こっちがチャコールグレーでこっちがグレイッシュブラウンっていう色なんですけども、結構似たような色だと思うんですけども絶妙にこう使い方が違うっていう感じで、こっちのグレイッシュブラウンっていう色はなんかブラックが日焼けしてこう茶色くなっていくような色って想像できますかね。その色を想像して作られたみたいなんですけども、この絶妙な色ですね。紫外線に当たった時とか蛍光灯に当たった時で全然こう色味が変わって見えるっていうのと、あと上に黒を合わせるのと白を合わせるのではこの色がね全然変わってくるっていうところもね面白い色味だと思います。でこれはチャコールグレーなのでこれもねすごい合わせやすい色ですね。はい、ごめんなさい、またムーのアイテムなんですけども、これはニットですね。ニットなんですけどもこの色合いはすごい絶妙じゃないですか。硫化染料で染めた生地にブリーチ加工で色を落として、そこからさらにこの黄色い塗料で塗ってっていう、この色を一回抜いてまた色をのせるっていうなんか加工してるらしくて、経年変化で色あせたような色になっているっていうところがねめちゃくちゃかっこいいですよね。で硫化染料で染めてるのでブラックデニムのような経年変化が楽しめるという、長年着て楽しめるようなアイテムになってますね。この加工によるこの素材感がねあるので
下にシンプルなこういうなんかスラックスとか持ってきてもね、なんかあまり単調にならないですし、ちょっとしたポイントできることもできるので、すごく使い勝手がいいアイテムですね。残念ながらこれはもう売り切れてるようなので買うことはできないと思うんですけども、めちゃくちゃこれは気に入ってきてるアイテムですね。はい、次はスブというブランドのサンダルになります。これは本当は屋外用のサンダルらしいんですけども、僕は室内で履いちゃってますね。素材がこういうダウンの素材になっているので、めちゃくちゃあったかいっていうのがいいところですね。裏地もこんな感じでちょっとベロアっぽい生地になっているので、素足で履いてもあったかいですね。ソールがね結構分厚いので、最初室内で履くと違和感あるんですけども、1週間とか2週間ぐらい履けばすぐ慣れましたね。しかもデザイン的にもね結構かっこいいので、なんかテンション的にも上がりますし、これはねめちゃくちゃ買ってよかったなと思ってますね。色がこれはなんかチャコールグレーみたいな感じの色だったと思います。カラー展開もねかなりいっぱいありますし、ダウンのブランドのナンガとコラボしてるアイテムとか、ワコマリアとコラボしてるアイテムとかね、いろいろあるみたいなんで、なんか自分の好きなカラーも見つけやすいのかなというところですね。これすごくおすすめですね。はい、次はこちらの Osmo Pocket 3というモバイルカメラですね。これはもう本当に買ってよかったなっていう感じですね。センサーサイズが1インチで、10ビットでログ撮影もできるので、こういうスマホだったりとかそういうものとは比べ物にならないぐらいの高画質で撮れるというところですね。Vlog 系のコンテンツも僕結構出してるんですけども、そういうコンテンツは基本このカメラ1個で済むようになりました。前まではねこういう大きいカメラ持ったりとか、それがめんどくさい時はねスマホで撮ったりしてちょっと画質を落としたりとかしてたんですけども、これを使うことで画質もいいしコンパクトだしっていうところですごく重宝しているアイテムですね。これを買ったねガジェット系の YouTuber の方とか、他の YouTuber の方もね必ず年間ベストバイに入ってるような、本当に神カメラだと思いますね。Osmo Pocket は1、2、3って全部買ってきたんですけども、この2から3へのこの進化が一番大きかったんじゃないかなと思いますね。適当に撮ってもこのジンバルがついてるんで手ぶれがしないので映像のクオリティも上がりますし、すごい初心者の方にもおすすめできるようなアイテムなんじゃないかなと思います。でなんかこれクリエイターズコンボみたいなやつで、この DJI マイクっていうワイヤレスマイクだとか、このバッテリーがちょっと増えるみたいなアイテムのコンボも多分3万プラスぐらいで売ってると思うんですけども、個人的には普通のノーマルの方でいいと思います。というのもね、後で紹介するものとも関係してくることなんですけども、他のアイテムで代用できるというか、そっちと組み合わせた方が個人的にいいんじゃないかなって思うからですね。はい、でその次のアイテムがこのホーリーランドっていうブランドのワイヤレスマイクになるんですけども、まさに今つけてるこのアイテムですね。これがマイクなんですよ。めちゃくちゃちっちゃくてつけてるのがかなり目立たないっていうのがすごくいいポイントだと思います。それでいてめちゃくちゃ音質がいいという、今話してる声結構音質いいと思うんですけども、これのおかげなんですね。今まではねこのショットガンマイクみたいなやつで、収録してたんですけども、やっぱりこの物理的な距離が遠いっていうのがあったので、結構ね音質が割れたりだったりとか、僕声小さいので届かなかったりっていう、そういう不満点があったんですけども、これはその不満点を全て解決してくれるようなアイテムですね。でさっき紹介したこちらの Osmo Pocket 3、これにも装着することができるので、 Osmo Pocket 3にこのホーリーランドのマイクっていうのが僕の中のこの Vlog を撮るスタイルでは最強スタイルなんじゃないかなと思います。はい、次はですね、今まで座ってたこの椅子になるんですけども、このパーソナルチェアは IKEA のディブリンゲっていうチェアになるんですけども、これは発売当初本当に手に入らなかったぐらい人気商品だったんですけども、なんか今はもう生産も安定してきて結構手に入るような
感じになっているらしいんですけども、いい点としてはすごく座り心地がいいっていうところですね。結構このクッションがしっかりしていて、値段の割には座り心地がかなりいいっていうところですね。あと背がねめちゃくちゃ低いので圧迫感がないっていうのがねすごくいいところだと思います。だいたいこういうパーソナルチェアってハイバックのものだったりとか結構かさばったりするものが多いと思うんですけども、これはめちゃくちゃこの高さが低いので圧迫感がないっていうところがすごくいいと思います。あと足もメッキになってるので、ここもなんかスッキリするポイントの一つなのかなとは思いますね。一つ難点としては色が黒なので、みーちゃんの毛がめちゃくちゃ目立ちやすいので、毎日コロコロしないと白い毛がここにわんさか溜まってしまうっていうところぐらいですかね。今年はなんかオレンジみたいな新色も出るらしいのでね、気になる方チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。次のアイテムはこちらのモニターになります。これはベンキューのモニターで27インチのモニターですね。前はデルのモニターを使ってたんですけども、ちょっとねあっちの部屋で妻が使うことになったので、今回ね新しく購入したものなんですけども、4K モニターで画質も申し分ないですし、接続方式も Type-C でつなげられるのでケーブル1本で Mac につなげられるっていうところと、あとはこういうねリモコンがついてるので音量だったりとか明るさだったりとか調整とかも全部この手元でできるっていうのもめちゃくちゃいいところですね。あと何といってもこのサウンドがすごくいいっていうところですね。だいたいこういうモニターってこのスピーカーってかなりね簡易的なものがついてるので音が悪くて別でスピーカーをつけないといけないっていうところがあると思うんですけども、これはもう最初からいいスピーカーが入っているのでこのまま使えるっていうのがいいところですね。なのでこういう風に机の上をスッキリすることができるっていうのですごくいいなと思っています。あと何といっても値段がこれいくらだったかな、4万弱ぐらい、ごめんなさいちょっと確認しないんですけども、このクラスのモニターにしてはめちゃくちゃコスパがいいと思います。はい、ということで外も日が暮れそうだったのでちょっと駆け足の説明になっちゃったかなとは思うんですけども、今年買ってよかったものはこんな感じですかね。はい、今年は結構 YouTube 以外のことで動いた年で YouTube がねあんまり更新頻度が上がらなくて申し訳なかったなとは思うんですけども、それにもかかわらずいろんな人に見ていただいたりとか温かいコメントいただけて本当にいつも励みになってます。気まぐれな更新頻度で気まぐれな動画ばっかり出すチャンネルですけども、来年もどうぞよろしくお願いいたします。これアップするのが年越えてたら今年もよろしくお願いします。ということで、はい、次の動画でお会いしましょう。